皆さんこんにちは。競馬予想のチャンネルヌーの競馬場です。今回は7月13日土曜日、函館競馬場で行われる函館2歳ステークスの馬券予想を公開いたします。今回も独自の期待値グラフを駆使して人気に惑わされない攻めた競馬予想をしていきます。ちなみにこの予想は AI 予想ではありません。人間の予想です。ヌーの競馬場をご覧いただき、皆さんの的中に近づけたらと思います。それでは今日も一緒に競馬予想を楽しみましょう。さて、まずはヌーの競馬場独自の期待値グラフについて簡単にご説明します。出走馬のさまざまな要素を独自の予想メソッドに基づき分析しています。そしてこのデータをもとにグラフ化して期待値の高い馬を推奨候補として残します。その中から二重丸、丸、黒三角と抑え評価の馬を2頭ご紹介いたします。これが各馬の期待値グラフです。下から上に向かって期待値がぐんぐん上がっていきます。この赤い点線より上が1着の期待値が高い馬になります。丸印は今回と同じ距離の印になります。今回予想するレースは2024年7月13日土曜日の函館2歳ステークスの予想になります。それでは予想に移りましょう。今回予想するレースは函館競馬場11レース芝 1200m 函館2歳ステークス G3 です。まだ出走馬が確定してないから今のところ19頭いる状況です。このレースは逃げや先行馬に有利なレース傾向です。そしてこれがこのレースの期待値グラフになります。1着ゾーンを超えている子がすごい多いですね。このレースはほとんどの子がまだ1回しか走ってないから難しいです。もうちょっと下を見てみます。今まで2回とか3回使ってきた子たちはほとんど上昇できていないです。該当してるのはちぎり、シュードタキライト、オンザブルースカイ、オカメの恋の4頭です。オンザブルースカイは下げていますね。ここで上げてくる可能性はあるけど、この期待値で 2,3 戦しても上昇していないからここは消しでいこうと思います。一番下を見てみます。だいぶ下に2頭いました。これはオイランブチとラインパシオンです。この2頭も消しでいきます。それではここからさらに絞っていって推奨候補の子だけを残したいと思います。はい、これで推奨候補として6頭が残りました。この6頭は全て1着ゾーンを超えています。それではここから函館2歳ステークスの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はビリーフィールドになります。この馬は前走の期待値がこのメンバーでトップです。しかもその前走はダート戦でのものです。他の馬は全て芝レースの期待値ですが、ダート戦にもかかわらず期待値がトップに来ているのは優秀ですし、今回で芝に変わっても十分頭まで狙える能力があることがわかります。前走は両馬場のダートでしたが、上がりも 35.7 秒で芝レース並みの上がりも使えていますし、その時の上がり2位は今回出走するオカメの恋が出したより 36.4 秒です。2位と 0.7 秒も早い上がりで伸びてきて、しかも逃げて出せている点は高く評価できます。芝の適性という面ではまだ未知数ですが、開催の進んだ今の芝なら少しパワーも必要な状態だと思いますし、その点も良さそうですし、期待値もトップです。そして函館で調子のいい武豊騎手という点も好材料です。なのでここはこのビリーフィールドが二重丸評価になります。次に丸評価はブーレブーになります。この馬はこのメンバーの中で期待値は2位です。ただ先ほどのリリーフィールドはダートでのものなので、芝レースに限るとこのブーレブーがトップになります。前走は最後の直線の時も後ろの馬が迫ってきているのを見ながら追い越されないように、それを見ながら走っている感じがありましたので、本来は逃げた方が良さそうですが、他の馬に抜かされないように頑張るタイプだと思いますので、勝負根性があるという見方もできます。行き足も速いので先行はできると見ています。前で競馬ができそうですし、そうなればこのレース傾向にも向いています。芝レースでは現状期待値はトップなので、以上の点からここはこのブーレブーが丸評価になります。次に黒三角評価はエンドレスサマーになります。この馬は前走は逃げて2着からは 0.8 秒差の圧勝をしています。その時の2着は今回出走するモズナナスターで、3着も今回出走するデコピンです。
この2頭とはすでに勝負付けが済んでいると思いますが、この2頭の期待値を見てもそこまで高くないので、単純に相手が弱かった可能性があります。それでもこのエンドレスサマーは1着ゾーンを超えてますし、デンソーはゴール前で流している感じもありましたので、まだ本気を出していないと思いますし、まだ伸びしろはあると見ています。なのでここはこのエンドレスサマーが黒三角評価になります。抑え評価はエネラビと西のラバンダになります。エネラビは前走両馬場判定で走っていましたが、レースの時は雨も降っていましたので、少し力のいる馬場コンディションだったと思われます。その中で先行して最後差し切って1着だった点から、力のいる馬場でも対応できることがわかります。函館も開催が進んで馬場も傷んできていると思いますので、その馬場コンディションで1着だった点は評価できます。今回出走する馬のほとんどが小頭数のレースしか経験していない中、このエメラビは前走は14頭立ての4番ゲートでスタートから終始馬群の中で競馬ができた点も強みだと思います。なので今回内枠に入ってくれればいいと思いますが、思い切って馬群の中で競馬ができれば前走の経験値からも期待はできると判断しました。他の馬と比較すると期待値は取りますが、多頭数のレース経験と力のいる馬場での経験と実績からここは抑え評価としました。もう1頭の西のラバンダはスタートからスピードに乗るまでがかなり速く、今回この馬が逃げる可能性もあります。他にも逃げそうな馬はいますが、前走のスタートダッシュを見る限り最低でも 2,3 番手では進めていけると思います。前に行けるのは今回のレース傾向から見ても好材料ですし、前走は逃げて2着からは 0.7 秒差もつけてますので強い内容だったと思います。ただ前走のスタートはロケットスタートを決めてかなりうまくいったとも言えますし、今回も同じようにロケットスタートを決めれるかは少し不安ではあります。馬体重も前走で416キロと短距離馬としては軽めの体重ですし、前走は7頭立てで多頭数の競馬も未経験です。筋量も前走から1キロ増えますので評価を落としてここは抑え評価としました。以上が土曜日函館11レース函館2歳ステークスの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは函館競馬場11レースの予想をまとめます。抑え評価エメラビ現在7番人気、西のラバンダ現在3番人気、黒三角評価エンドレスサマー現在2番人気、丸評価ウーレブー現在6番人気、二重丸評価ウィリーフィールド現在5番人気。以上が7月13日土曜日函館11レース函館2歳ステークスの予想になります。以上が今回の予想になります。もちろん競馬は予測不能な要素も多く含まれていますので、必ずしも的中するものとは限りません。それでも私たち独自の予想メソッドに基づいて厳選された馬たちですので、ぜひ参考にしていただければと思います。今後もヌーの競馬場から予想を配信していきますので、ぜひチャンネル登録といいねの評価をいただけたら幸いです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回の予想もお楽しみに。